ほら。みんなこんにちは。科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマはモーターです。モーターって見たことありますか？じゃん、こんな形をしています。さあこれはちょっとね、このまま見たことある人は少ないかもしれないんだけど、ドライヤーとか自動車とかすごく身近なところにたくさん使われているものなんです。今回はこのモーターの性質を調べていきましょう。それではレッツサイエンス。それでは今からこのモーターに電池をつないで電気を流してみます。そうするとモーターはどんな動きをするでしょうか？見ていきましょう。金属の部分にまずつなぎます。こっちもつなぐと電気が流れます。おーブーンって言ってますけど、何が起きてるかわかんないですよね、これだけだとね。ということで、この人の登場です。でん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 。人体模型じゃなくて穴彦ここにね、今がちょっと消しゴムをつけてて、この人体模型を取り付けたいと思います。そうすると動きがわかるはずなので、じゃあ今からまた同じようにモーターに電気を流します。いきますよ。人体模型がモーターはね、こんな感じで先端の部分が回るようになっているんです。では今度は電気の流れる向きを反対向きにした時、この電池のつなぎ方を逆向きにして反対向きにしてつないだ時、この人体模型はどうなるでしょうか？ 1 番、この人体模型は回らなくなる。2番、さっきの向きとは反対向きに回る。3番、さっきと同じ向きに回る。4番、バラバラになる。怖っホラーじゃんそれではさっきと反対向きに電池をつないでみたいと思います。さあバラバラになるのかな。じゃあいきますよ。せーの。お、ちゃんと回りましたね。回ったけど向きはさっきはこっち向きだったから、なんと反対向きに回るが正解でした。バラバラにはならなかったけど、モーターの勢いってすごいから、ちょっとこのままやり続けたら飛んでいってバラバラになる可能性もありますねということで、モーターは電気が流れるとこの先端の部分がぐるぐるぐるっと回ります。そして電気の流れる向きを反対向きにすると、その回転は反対向きになるんです。それではこれからこれまで学んできたこのモーターの回る力を利用して動く乗り物を作ってみたいと思います。よし。ペットボトルキャップ4つと竹串2本を用意します。でペットボトルキャップのこの真ん中のところに全部キリで穴を開けてください。これ手怪我しないように注意しながらやってください。そしたらこの穴のところにこの竹串を刺していきます。でこの尖ってる方からこのように、グイグイグイっと、折れやすいので注意してくださいね。プスプス、ここはちょっと残しておいてください。そしたらこれまたもう一個同じのを作ります。同じように作ることができました。そしたら今度はこのプラスチック段ボールを使います。プラスチック段ボールの大きさはこのように竹串を今からこの横のところからこういうふうに刺していきますので、
この竹串よりも小さなサイズで切ってください。あと切る向きはこの穴がこの横に来るように切ってください。そしたら、だいたいこの端から、1センチぐらいのところにこのように竹串を刺します。刺しました。今度は竹串の尖っている方が上向きになっているので、この尖っているところからまた2つのペットボトルキャップを刺していきます。刺さないようにね。はい、そうするとこのように、ちょっと車らしくなってきましたね。そしてこの尖ってるところは危ないので、ニッパーなどで切ってもいいです。これはちょっと飛んだりすると危ないので、保護者の方に手伝ってもらってください。こんな感じです。簡単でしょ、ここまで。これペットボトルキャップと、あとこれプラスチック段ボールですけど、普通の段ボールでも大丈夫なので、身近な材料で作れるのでとってもおすすめです。ではここからモーターとさっきの電池をつないでいきます。まず電池を両面テープでこの辺かな、そうすると固定されます。あとはモーターをつけます。モーターのこの裏のところにちょっと強力な両面テープをこのように貼ります。そしたらここがちょっと難しいんですけど、モーターの貼る位置を決めます。で、どうやって決めるかというと、この輪ゴムをまず、このようにどこか1個のペットボトルのキャップにつなぎます。このようにモーターのこの回転する部分とこの輪ゴムがピンと張るような位置にモーターを貼ります。そっか来た。今ここのモーターがこのように回ってますよね。そしてその回転がこの輪ゴムでこの後ろのタイヤまで、伝わって、ここが回っているので、これを床に置くと走っていきます。楽しいポイントはこのモーターをしっかりと止めるところと、あとこの消しゴムとかでここを止めると輪ゴム外れにくくなるのでおすすめです。今アナヒコは東京から、沖縄にこのように向かっていますが、モーターを1回外して、今度は電気の流れる向きを反対にしてみます。そうするとまたこのように回り始めました。じゃあ今度は置いてみます。あれ、沖縄から東京に向かってますねさっきアナヒコくんはこのように前に向かって進んでましたが、モーターのこの電気の流れる向きを反対にすると、このように今度は後ろ向きに走りました。なぜかというと、このモーターの回る向きが反対向きになったからなんです。ということで今回はモーターの性質についてお話をしました。さあ、モーターは電気が流れるとぐるぐるぐるっと回りましたよね。アナヒコくんもぐるぐるぐるってね、回ってましたよねそしてその回る向きというのは、電気の流れる向きを反対向きにすると変わるということも分かりました。ぜひ電気自動車を作りながらその性質を確かめてみてください。そうか、この動画がこの動画がためになったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。これぜひチャレンジしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。